世界一面白いアクション RPG、これを目標にゲームを作ります。今回はですね、僕が応募しています講談社ゲームクリエイターズラボというものの続報についてお伝えしていこうと思います。まずね、そのゲームクリエイターズラボっていうのが何なのかというと、年間1000万をお渡ししますので、インディーゲーム開発者の皆さん、好きなゲーム作ってみませんかっていうね、歌い文句だけ見ればくっそ面白そうな企画を講談社、マガジンとかでね、講談社さんがやってるんですけど、そこにね、僕もこの作品で、このゲームでね、応募をしております。途中経過をね、少し共有しておきたいと思います。11月の5日でですね、ついに応募の締め切りがありまして、提出された作品が全部でね、1200件以上っていうことで、確か1262件とかそんな感じだったかなと思います。なんとね、最終日に500件近くの応募があったみたいで、僕もね、いや、こんなにたくさんライバルいたのかっていう、ちょっとね、痛感してるところなんですけれども、クリエイターズラボを応募してからね、かなり気の持ちようとかもね、変わってきましたよね、やっぱり。お金さえあれば、いいもん作れるんだけどなって思ってる人結構たくさんいると思うんですよね。中でもゲーム作りって、やっぱりすごいね、お金とか手間がかかるものなので、クリエイターズラボの場合はね、半年で500万を最大4回受け取れるっていうね、契約内容になってるんですけど、つまり最大契約を結べた場合は、2年間ですよね。2年間半年500万ずついただけると。ってなってくると、その時ね、仕事を辞めるかどうかも、もちろんその人次第っていう感じではあるんでしょうけど、僕はね、もし当選したら、今やってるね、iPhone 修理の仕事ね、辞めて、ゲームの開発にね、ちょっと2年間集中したいなっていうふうに考えてるんですけど、2年間全力で投球すれば必ずいいものができるのかって言われると、そういうわけでもないですよね。特に僕の目指している世界一面白いアクション RPG っていうね、大きすぎる目標からすると、正直2年っていう時間はね、かなり短いです。ただ、2年いただければ、ある程度ね、何か一つ形になってくるんじゃないかなと思ってるんで、その辺はご期待くださいっていう感じなんですけど、一つ言えるのは、失敗を恐れて全力出しません、手抜いてプレイしますみたいなくっせえ生き方はもうやめましょうっていうことなんですよ。これ俺自身に言ってるのもあるし、この動画を見てる人、全世界の人に言いたい言葉でもあるんだけど、人間ってね、古来から思い込みと妥協で自らをマジョリティに迎合させることによって、生存確率を高めてきた生き物ですよね。それによって今地球上のトップに君臨してるんですけど、今この現代ってそんな生き方しなくても別に死なないんですよ。なるべく小さな幸せとなるべく小さな不幸せ、それらを享受して生きていく、そんなね人がねクソくらいなんですよ。こればっかりはねめちゃくちゃ賛否両論あると思うけど、あえて断言させてもらいます。そんな生き方はクソです。ブルーハーツ好きなんですけど、この歌詞だけは正直本当に理解できない。みんなね本当は夢があったんですよ。ヒーローになりたかったはず。ヒマラヤみたいな消しゴムとかロケットみたいな鉛筆ででっかい夢を描くっていうのが本来の人間の正しい生き方だと思うんですよ。他人の生き方にね口出しなんてするべきじゃないのは分かってるんですけど、正直言って低リスク低リターンで程よく幸せだったらみたいな生き方してるやつらを見ると、正直お前らの寿命を俺によこせって思っちゃうんですよね。でもこれは僕の傲慢です。おごり高ぶりです。何一つ成し遂げたことがないから他人の生き方とかはね口出ししたくなっちゃう。もう本当にちっぽけな人間なんですよ。かつてね新卒で世界一好きだったゲーム会社にね入社して、1年で辞めたんですけど、ただ入社が決まった時とかって本当にね幸せだったんですよ。幸せだと思い込んでたんですよね。俺がやりたかったのは世界一面白いゲーム会社に入ることじゃなくて、世界一面白いゲームを作ることだったんですよ。でもね、今から世界一面白いゲーム作りますとか言って作れたらそんな簡単な話ないですね。心のどっかで諦めちゃってたんですよ、自分でゲームを作るっていうこと。だからゲーム会社に入社するっていう道を選んでしまった。で退社して半年ぐらいニートしてたんですけど、立ち直ってよし自分で作ろうっつってアンリアルエンジンダウンロードして、あの時に俺は多分生まれ変わったんですよね。そこから先本当の生き方を見つけた気がします。ゲーム作り始めてちょうど1年経った頃くらいに講談社ゲームクリエイターズラボっていうものが発表されて、めちゃくちゃ正直運が良かったですよね。
このタイミングでもう講談社っていう大企業がそういう企画、インディー系クリエイターに1000万渡すよっていう、そんな太っ腹な企画をやってくれるっていう、何一つ僕の力じゃないです。これは完全に運が良かっただけです。でもそれをものにしてやろうと思います。運ってめちゃくちゃ平等なものだと個人的には思ってて、ただ面白いことに運によってもたらされる事象に関して人はめちゃくちゃ不平等性を感じるんですよね。生まれが良かった悪かったとか、こんなの運ゲーだみたいな、よく聞きますよね。でも運そのものって誰も介入できないじゃないですか。勘を積めば運が良くなるかって言われると全くそうでもないし、だからこそ運ってやつが本当に好きなんですよね。デモンズソウルの言葉を借りると、人が生まれながらに持つ本質的な力ってやつですね。俺はこれを武器にね、クリエイターズラボを勝ち進んでいきたいと思います。第一次審査の結果は12月初旬に発表されるとのことです。では信じて待ちましょう。